皆さん、こんにちは。ゆうあみです。今回は、能楽のルーツをたどる動画だよ。そもそも、能と狂言を合わせて能楽と呼ぶようになったのは、明治以降のことだって知ってた？結構最近でびっくりだよね。能楽は、古いだけでなく、当時の台本や演出をそのまま伝えていて、能面や装束までも、現代でも使用されるという意味で世界最古の伝承芸能なんだよ。伝承というところがポイント。当時の面影を強く残して今でもそのまま使えるの。そんな能楽のルーツをたどるには世阿弥が能を現在の能の形式を確立した室町時代14世紀から九雲と何百年も遡って飛鳥・奈良時代6世紀まで飛ぶよ。世阿弥が能を大成してから650年、それからさらに約800年遡ることになるの。約1400年。この月日をぎゅっと濃縮してみていこうね。とはいえ、なかなかの年月、何回かに分けることにするね。ぜひ、最後まで見ていってね。6世紀から7世紀の飛鳥時代、日本では初めて仏教文化が起こって、本格的に寺院が建立されだしたよ。遣隋使を派遣したり、海の向こうとも積極的に交流が行われていたよ。まずは、飛鳥時代どんな日本の芸能が発達していたかを見ていきたいところなんだけど、実は、この時代に、後に能楽の根幹となる重要な演目が作られていたよ。飛鳥時代、厩戸王聖徳太子がいたよね。その聖徳太子が天下太平、国家安寧のために、後の能楽、猿楽の始祖とされる秦の川勝に曲を作らせたんだよ。それが66番ものまね。66番というのはつまり66曲。小大作。天下太平、国家安寧。つまり、それは国家や富への祈りだね。祈りの長巨編スペクタクル楽曲集だね。その記録が厩戸王聖徳太子により、猿楽、延年の日に記されたことで、後々重要な役割を担うよ。あと300年ほど先なので、またの登場まで待っててね。では、当時、どんな日本の芸能が発達していたかを見ていこうね。主に、当時は、神楽、声明、雅楽、伎楽と言われる芸能が発達していたんだよ。その中で、後の能楽に影響を与えたのは神楽、声明だよ。神楽は、当時の主な日本の芸能として、後の日本の芸能の源流となっているんだよ。能楽と呼ばれる以前は猿楽と呼ばれていて、世阿弥は著書、風刺家伝の中で、猿楽の猿は、神楽の神の字から取ったと記しているよ。そういえば、さっき話に出た、厩戸王が記した書物、猿楽、延年の木も、猿楽となっているね。神楽は、神社の祭礼などで現代でも見られるよね。その起源は、有名な天の岩戸伝説で、岩に隠れちゃった。アマテラスを出すために、雨のうずめが舞ったこととされているよ。神楽は、大きく2つに分けて、宮中で伝承されてきた御神楽と全国に伝わる里神楽があるよ。神楽の演目は種類が多く、神事を中心としたものから、物語性があり、派手な作り物や、お面をする芸能面、エンタメ性が強いものまで、様々な曲目があるみたい。石見神楽は、大蛇なんかが出てきて、すごく見応えがあるよ。とはいえ、神楽は、
神様へのご奉納のために演じられるんだね。称名は、宗教芸能で仏教伝来とともに伝えられたと言われる仏教声楽のことだよ。僧侶が芸事ってなんだか意外に感じるけれど、いわゆる仏教の経文を朗唱する声楽の総称だよ。大きなお寺で大勢のお坊さんが一斉にお経を朗唱することあるよね。そこに時々旋律のない楽器も鳴らしたりするよ。今昔物語によると、この芸能的才能も僧侶の出世要素の一つだったとか。平安時代初期に最澄空海がそれぞれ称名を伝えていったんだよ。この神楽称名があり、そこに奈良時代に大陸から山岳が伝わってきたんだよ。この山岳が入ってくることで、その後の日本の芸能に大きな影響を与えていくことになるよ。じゃあ、この山岳がどういうものかというと、なかなかバラエティに富んで、娯楽的要素が強いものだったみたいなの。起源は、聖域の諸芸能とされていて、何世紀にもわたって、各時代、地域の芸能が、シルクロード経由で、徐々に中国に持ち込まれていったんだって。それら諸芸の総称として、また、宮廷芸能である雅楽に対するものとして、一定の決まりのない不正規な音楽の意味で、中国の隋の時代に山岳と名付けられたみたい。その中身は、軽技や手品、モノマネ、曲芸、奇術、剣術、人形回し、歌舞音曲なんかがあったんだって。これだけで、とってもエンタメ要素が強いのがわかるよね。そして、山岳は、雅楽とともに、朝廷の庇護を受けて、育成所まで設けていたみたいだよ。752年には、知らない人はいない、奈良、東大寺の大仏の開眼供養法へ。と言って、完成した大仏様に目を入れて、魂を迎え入れる際に、他の芸能とともに山岳が奉納されたというよ。朝廷の庇護を受けていた山岳なんだけれど、782年、桓武天皇の時代に、その制度は廃止されてしまうの。とはいえ、全く宮中で演じられなくなったわけでなくて、その記録も残っているんだけど、庇護を外れたことで、山岳は、寺社や街頭などで、以前より自由に演じられ、庶民の目に触れるようになっていったんだよ。それによって、山岳は、神楽、称名など他の芸能と影響し合い、混ざり合って、様々な日本の芸能が生まれていったの。今用、西原、篆曲、風流、白拍子、田楽、そして猿楽などだよ。このうち、猿楽が、後に能楽へつながっていくの。猿楽は、日本古来の芸能と山岳が結びついて、モノマネを中心とした滑稽な笑い芸や寸劇に発展していくよ。さあ、これから猿楽はまだまだ進化していくよ。この先も面白いから、ぜひ次の動画も見逃さないでね。次は、ざっと400年進んで、平安時代からになるよ。この動画が面白かったら、高評価、チャンネル登録をぜひぜひ、お願いいたします。では、ゆうあみでした。またね。